はいどうも、青空ガンプラです。さて、この青空ガンプラでは手軽に塗装ができる缶スプレーを使ってかっこいいガンプラを作っていこうという動画になっています。で、この動画だけでしっかりガンプラの作り方ってわかるようになっていますので、ぜひ動画最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい。ではまず切り出していきましょう。このように少しゲートを残してまず切って残ったゲートを2度切りしていきます。こうするとね、ヤスリがけがちょっと楽になりますね。で、使うヤスリは僕、アラ400番。仕上げは1000番の安い紙ヤスリを使っています。ちょうどね、なくなったんで買ってきたので、これですね。タミヤさんのフィニッシングペーパーを使っています。400番、1000番2枚ずつ入ってるのでいいですね。で、このようにあらかじめ切っといて、自分が使いたいサイズにですね。で、張り替える時も切ってあるので、簡単に張り替えることができます。で、やすっていきましょう。このようにまずアラ400番で削っていきます。で、仕上げの1000番で整える感じですね。結構アラでね、ガリガリ削れるので気をつけて削っていきましょう。しかしね、やすりがけが一番大変ですね。はい。そしたら、はめ込むような箇所は塗装で分厚くならないようにするためにマスキングテープでガードしておきます。で、ある程度組み立てられるフレーム部分はね、組み立てておきましょう。はい。そしたら、筋彫り堂さんの BMC タガネ 0.1mm を使いまして、このような墨入れが入りづらい箇所ですねをあらかじめ掘っておきます。こういった箇所はですね、こう溝になっていないので墨入れが入りづらいんですよね。なのでこういった箇所をタガネであらかじめ掘っておくと墨がきれいに入るのでかなりかっこよく仕上げることができます。ただね、タガネがなかなか手に入りづらい品物なんですけど、あると非常に便利です。で、筋彫りも付け加えていきたいと思います。鉛筆で下書きをして、はい、左右こんな感じですね。で、使うのがハイキューパーツさんの筋彫りガイドテープハード、こちらを使っています。これね、色がついてるし粘着力もかなり強力なんで非常にいいガイドテープです。で、このようにガイドテープを貼ってテープに沿ってタガネで彫っていきます。タガネで彫ること自体はテープに沿って優しくやればいいので結構簡単に彫れます。ただテープをこうバランスよく貼ったり筋彫りのデザインを考える方が難しかったりしますね。筋彫りのデザインはね、ほんと考えるのは難しいですね。で、ある程度彫れたらこのようにさらにこう彫り進めていきます。で、ヤスリで表面をね整えたりしてある程度彫っていくとこのような感じになります。はい、結構綺麗に、はい、左右もバランスよくできました。筋彫りのセンスがいい方は本当尊敬しますね。なかなかいいデザインを考えるのは難しいです。はい、こんな感じでね、太もも部分にも筋彫りを付け加えてあります。はい、でちょっと余談なんですけど、これ足のパーツでこうディテールが入ってるんですけど、これ上からこう隠れちゃうんですよね。で、さらにこう外装パーツがこう隠れる部分なんでこう三重になってるというか、こういった無駄なこだわりがバンダイさんいいですよね。もう好きです。はい、では塗装に入っていきましょう。塗装なんですけど、湿度が高いと失敗しますので、湿度が低い日、だいたい 60% 以下を目安に塗装するようにしていきましょう。湿度はなかなか体感でね 60% 以下ってわからないので、湿度温度計を買うことをおすすめします。はい、そしたら段ボールをこのように広げて周りが汚れないようにしておきましょう。はい、そしたら塗装のやり方なんですけど、これ正式なやり方ではないんですけど、このように軽くシュッシュッシュと拭いていく塗装方法で僕は塗装していきます。このようにね、強くシューッと拭く必要性はないです。噛んでの失敗は、つけすぎなんですよね。なのでつけすぎないためにもこのように細かくシュッシュッシュと拭いていくといいです。簡単に塗れます。で、よく見ながらねこうやっていくと、はい、このようにですね少しずつ拭いていく感じですね。で、ホワイトも塗っていきましょう。ホワイトが一番色の中で液だれしやすいので特に気をつけて塗っていきます。シュッシュッシュと細かくよく見ながら拭いていきましょう。で、これぐらいであれば乾けば綺麗になるので、これぐらいなら全然大丈夫です。はい、でホワイトだけだとつまらないのでグランプリホワイトという色も使っていきます。で、僕パーツの洗浄は一切やらずに塗装をしています。パーツの洗浄ってね結構めんどくさい割にはあんまり意味がないというか効果を実感できないので、全然洗浄しないで塗ってこのように綺麗に塗ることができます。で、タミヤさんの缶スプレーパールホワイトも使っていきます。パール系はですねこうギラギラになるのでかっこよくなるんですよね。これもね色味の変化で使っています。このように綺麗に、はい、塗れました。 OK ですね。はい、では乾いたんで見ていきましょう。フレーム部分はメタルブラックで塗っています。いいですね。
でホワイトですね。これもしっかり乾いたらこのように綺麗になっております。そしてグランプリホワイトとホワイトの違いですね。左側がグランプリホワイトになります。ちょっと色味が違うのでね、いい感じですね。でこちらがパールホワイトですね。パール系はやっぱかっこいいですね。はい、そしたらタミヤさんの墨入れ塗料ブラックを使って墨入れしていきます。これはよく振って使いましょう。はい、でこのように線にツーッと流れていくので墨入れはかなり楽しいんですよね。でここ文字がこのように入ってて、ここも墨入れすると際立ってかっこよくなります。で筋彫り付け加えたところにも墨入れしておきます。でこちらエナメル塗料溶剤を使ってはみ出た墨入れの箇所を拭き取っていきます。これしっかり乾いてからの方がやりやすいですね。で溶剤はあんまり綿棒につけなくて大丈夫です。ちょっとぐらいで、はい、このように綺麗に拭き取ることができます。でエナメル塗料も使って部分塗装もしていきたいと思います。ライトグリーンという色を買ってきました。はい、このように墨入れみたいな感じでね、こう部分的に塗っていくとこうアクセントになっていいかなという感じです。でエナメル溶剤で簡単にこのように落とせるので綺麗に入りましたね。いい感じです。ではデカールを貼っていきます。明日のデカールを貼っていきます。これデカールを貼ったら透明部分が剥がせて印刷したような仕上がりになるよっていう僕が非常に気に入っているデカールです。いっぱい持っています。で中でも特にお気に入りがこのニューロンってやつですね。これがいいデザインなんですよね。まず使いたいデカールを切り出して水にジャバジャバしてティッシュの上にちょっと置いといてミスターマークセッターを使います。これがデカールの接着剤ですね。よく振って使いましょう。でマークセッターをちょんちょんちょんとつけといてデカールを取って乗せて、もうこの時点でちょっと余分なマークセッターを拭き取っといてから位置を調整した方がやりやすいです。で残ったマークセッターを軽く綿棒で優しく押さえていくとこのように綺麗に貼ることができます。はい、他の箇所も綺麗に貼れました。でそしたらしっかり乾いたら明日のデカールはこのように余白を剥がすことができるんですよね。これはもう本当に素晴らしいデカールです。で他のパーツにもこのようにデカールをいっぱい貼ってあります。僕はデカールがかなり好きなので多めに貼ります。で明日のデカールなのでこのように余白が剥がすとね、もちろん余白がないのでかなり綺麗な仕上がりになります。では最後仕上げたトップコートをしていきましょう。艶消しトップコートですね。で塗装の時と全く一緒で湿度が 60% 以下の時にトップコートもするようにしましょう。やり方はね塗装の時と全く一緒です。でこのように全面が綺麗になれば OK ですね。しっかり乾けば艶消し状態になります。で僕はパーツごとに艶消しと光沢と分けているので、このようにパーツごとにやってるんですけど、全部艶消しでいいよとかであればある程度組み立ててからトップコートした方が楽でいいですね。で光沢トップコートも拭いていきます。これはパールホワイトで塗ったパーツは光沢トップコートをしていきます。そうするとねかなりこうギラギラテカテカになるのでかっこよく仕上がります。はい、で乾いたので見ていきましょう。いい感じに仕上がりましたね。ホワイトを艶消しトップコートするとやっぱかっこいいんですよね。で裏もいい感じに仕上がりました。で明日のデカールこのように余白がねもう全くないので本当に印刷したような仕上がりになるので非常にかっこいい仕上がりになります。でこちら光沢トップコートしたパールホワイトのパーツですね。やっぱ光沢は光沢でいいですよね。ではサクッと組み立てていきます。このようにフレームをはめてエナメルのチタンゴールドでね部分的に塗装もしています。ではめ込んでこれが腰のパーツ、筋彫りもいい感じに仕上がっていますね。で足も組み立てていきます。なかなかいい感じですね。デカールもバランスよく貼れました。でフレーム部分ですね、フレームはメタルブラックで塗ってあります。で外装パーツをパチパチとはめ込んでいきます。基本的に仮組みはしない派なのでこの組み立ては本当に楽しいですね。どうなるのかっていうのがワクワクしながら組み立てております。たまには仮組みもしますけどね。はい、ではめ込んだら足の完成ですね。いい感じです。いやなんかこうスタイリッシュでいいですね。非常にいい出来になりました。このように全体がこのようになりました。パールホワイトをね塗ったのも良かったですね。はい、そしたら腰につけるレール砲も作ってあります。このような仕上がりになっています。はい、
今回はここまでになりますが、動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ぜひね、よかったらチャンネル登録をしてくれるともう本当に嬉しいのでよろしくお願いします。そして2022年も青空ガンプラをどうぞよろしくお願いします。ではバイバイ。青空ガンプラでした。バイ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 。